こんにちは、ハンマーです。今回はちょっとしたチャレンジ動画になります。このダイソーの水彩絵の具を使ってハンバーガーを描いてみようと思います。12色も入っているのでとってもお買い得だと思うんですけど、さて、描き心地はどうなのか、とても気になりますね。開けづらいですけどね。それではパレットに絵の具を出していきましょう。ちなみにこのパレットもダイソーで購入しました。こうやって元の箱に入っていた通りの順番で出していきます。それから同じくダイソーで買った筆のセット。大中小3本入りでナイロン製の筆です。まさにフル100均装備です。では早速描いていきましょう。今日は下書きをすっ飛ばして直接絵の具から入っていきます。事前にハンバーガーの具材を考えておきましょうか。このイメージが大切になってきます。まずは上のバンズ、レタス、トマト、チーズ、パティ、下のバンズ。この順番を意識しておくとハンバーガーっぽさが増して絵にまとまりが出ます。ついでにチャンネル登録もよろしくお願いします。では着彩に入りますが、まずは上のバンズから黄色を主体にしてちょっとオレンジと緑を混ぜてくすませます。こうするとパンの色になります。さあ早速紙に塗ってみましょう。そうですね。いつもの透明水彩と比べてだいぶ描き心地が違います。ネチャネチャしていて、片栗粉を混ぜたようなとろみを感じますね。多分顔料の量が少ないんじゃないかなと思いますね。メディウム多めで混ぜられていると思うので、それで結構ネチャネチャする感じですね。さらに緑や青、赤を混ぜて焼き色っぽさを出していきます。緑を多く混ぜてしまうとカビが生えている感じになるので気をつけましょう。次にレタスですね。レタスは鮮やかな黄緑の色を使って発色よく塗っていきます。まずは大まかに塗り詰めていきましょう。レタスはうねうねっとしたタッチで特徴を捉えます。ただ、ぬめりが強くて筆に水を何度もつけつつ塗り広げている状況が結構苦痛です。さあ、レタスができてきたので、お口直しを兼ねて次は青と赤を混ぜて紫玉ねぎを間に入れていきたいと思います。そんなに丁寧に描くというよりかは、色を散らす感じで楽に塗っておきます。そして次にトマトですね。トマトは鮮やかに。ただ普通の水彩の調子で塗ってしまうと発色が弱いです。ここでは透明水彩を描いている感覚は忘れましょう。たっぷり塗ることで鮮やかさと濃さが出て引き立ってきます。もう一枚重なっているようにトマトを描き加えていきましょう。重なった境目の影を濃く塗って引き立たせていきます。青と赤を混ぜてこんな感じで塗ってみましょう。ちょっと濃淡がついたことで2枚のトマトの重なりが分かりやすくなりましたね。次はチーズに行きましょう。色はほぼ黄色でいいですね。ほんの少し近くの黄土色を混ぜ合わせます。トマトの下にチーズが重なっているようにさささっと塗っていきます。次にパティ。まずは茶色を作っていきます。こうムラを作るように細かく筆を動かしながらお肉をこねる感じで塗っていきます。で、ティッシュでちょっとだけ真ん中のところを取っておくと濃淡が出て引き立ちますね。濃い茶色をどっしりとのせて
焼き目と存在感を出していきます。描いていてちょっとお腹が空いてきましたが我慢です。この辺りでハンバーガーになってきたなと気づけると安心できます。では次にパティの下にベーコンを書き込んでいきます。色は赤紫で、ここは筆致を生かしてうねうねっとした流れを出していきたいですね。たっぷりと濃いめの絵の具を作って、こうやって濃い影をつけるとだいぶ形が引き締まりますよね。続いて脇にソースらしきものを塗り残しながら描いていきます。そして下のバンズを描いていきます。ここは焦げ目を意識してほんのり茶色を混ぜながら塗っていきます。設置している影も描いておきましょう。こうして一通りハンバーガーのパーツが揃いました。描いているうちにお腹が空く、これがハンバーガーの魔力です。上のバンズの方にも焦げ目ですね。焼き目のところをタッチを生かしながらこうかすらせると味わいが出てきます。これからはパティからはみ出て垂れるケチャップを塗っていきます。ケチャップの色は深みのある赤。色としては赤に緑や紫を混ぜると感じが出てきます。質感を出すために部分的に塗り残していきましょう。さあ、だいぶツヤ感が出てきました。ケチャップっぽさが感じられてきましたね。ついでにベーコンのバンズに落ちる影やホワイトソースの影も塗っておきます。こうやって濃さをつけると存在感が引き立ってきますね。次にバンズの上にごまを書き込んでいきます。ごまはハンバーガーにおけるリズムや細部の情報量を担う重要な要素です。まずは絵の具を取ってごまを明るく引き立てます。光の当たり方で立体感が出るように小さな影を添えるとより自然な印象になります。配置に迷ったらまずは中央から外側に向けて放射状にバランスよく置いていくと自然なまとまりが出ます。均等に置きすぎると人工的に見えますし、密集しすぎてもバランスを損ないます。これからは白を使って明るい黄土色の絵の具を作って塗っていきます。一粒ずつ丁寧に。細かい作業ですが、ここがあるかないかで絵の完成度が一段階上がります。では最後に背景を塗っていきます。ここでは主役であるハンバーガーを際立たせることを第一に考えます。背景の色は暗めのトーンを選びました。これは単なるサイドのコントラストだけではなく、絵全体の空気感を整える役割もあります。この光の当たり具合で片栗粉っぽいねっとりとした感じがわかるでしょうか。ハンバーガーのアウトラインに沿って塗ったら様々な方向に筆を走らせて絵の具を伸ばしていきます。色のムラや揺らぎもあえてそのままにしています。完全に均一な面よりも手で描いたことが感じられる不完全さの方が静かな魅力になると考えています。背景が整うとハンバーガーの形や色が一層明確に浮かび上がってきます。最後のこの工程で絵の印象が決まる。そう言っても過言ではありません。それではまとめに入りたいと思います。今回使用したのはダイソーで購入した12色の水彩絵の具とナイロン製の筆セットです。正直なところ使い心地は決して快適とは言えませんでした。絵の具はかなり粘性が高くて筆に取るときに少し重たさを感じました。水との馴染みもやや悪く、滑らかに伸びてくれない場面も多かったです。けれど、発色自体はそれほど悪くなくて、特に乾いた後の色味は予想よりもずっと自然な仕上がりでした。筆についてもコシの強さは一定あって、描く対象やタッチを選べば十分に使える印象です。総じて細かなタッチや繊細なグラデーションを要求するような絵には不向きかもしれませんが、
気軽に水彩画を始めてみたい方には入り口としては十分な画材だと思います。価格以上の性能を求めすぎなければ、この絵の具にはこの絵の具なりの可能性がとてもあります。もしこの動画が面白かったり役に立ったなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。